今日は京都府の北にある伊根を訪れ、船屋と呼ばれる独特な屋並みの中で、日本の海辺の暮らしがどのように続いてきたのかを一日かけて感じてみようと思いましたが、京都市内からここへ向かう道のりそのものが、すでに旅の始まりとして十分な時間を持っているように感じられました。山の中を抜け、視界が少しずつ開けていくにつれて、空の広さと空気の匂いが変わり、気づかないうちに潮の気配を探すように呼吸をしている自分がいました。伊根の湾に近づくと、山と海が同時に視界に入り、その間に静かに並ぶ船屋の姿が見えてきますが、その光景は写真や映像で見てきたものとは全く違い、作られた美しさではなく、必要だった形がそのまま残っているという印象を強く受けました。船屋は1階部分が船を入れるための場所になっていて、家と海の距離がとても近く、まるで暮らしの延長線上に海があるというより、最初から暮らしと海が同じ場所にあったかのようです。湾の水は驚くほど穏やかで、波はほとんど立たず、空や家の影が水面に静かに映り込み、その様子を見ているだけで時間の流れが遅くなったように感じられました。観光地として知られてはいますが、ここでは見せるための景色よりも続いてきた生活が先にあり、その結果として今の景色があるのだということが、説明を読まなくても自然と伝わってきます。歩きながら船屋の前を通ると、洗濯物が干されていたり、漁に使う道具がそのまま置かれていたりして、ここが今も人の生活の場であることをはっきりと感じますが、それらは観光の邪魔になるものではなく、この街を形作る大切な要素の一つとして、風景の中に静かに溶け込んでいました。小さな船が船屋の前につながれていて、水面がわずかに揺れるたびに船も一緒に動きますが、その動きさえも、この町では特別な出来事ではなく、毎日の中のごく普通の一場面なのだと思えます。時々地元の人が通り過ぎたり、作業をしている姿が見えたりしますが、こちらを強く意識する様子はなく、観光客がいるからといって生活のリズムが変わることもなさそうでした。この近いけれど踏み込みすぎない距離感が、伊根という場所の空気を作っているのかもしれません。人と海、人と人、そのどちらに対しても、無理のない距離が保たれているように感じられます。しばらく湾を眺めていると、沖の方から船がゆっくり戻ってくるのが見え、エンジンの音が静かな空気の中に控えめに響きましたが、その音もすぐに周りの山や家に吸い込まれていき、強く主張することはありませんでした。ここでは音でさえも、暮らしの一部として自然に存在しているように思えます。昼ごろ、港の近くで簡単な食事をとりましたが、豪華な料理ではなくても、海のすぐそばで食べるということ自体が、この場所では十分に豊かな体験であり、味よりも空気や景色が記憶に残る食事でした。食べ終わった後も特に次の予定を考えることはなく、同じ道をもう一度歩いたり、立ち止まって海を見たりしながら、時間を気にせずに過ごします。午後になると光の角度が変わり、船屋の影が海の上に長く伸びていきますが、その変化はとてもゆっくりで、同じ場所にいても、同じ景色には二度と出会えないのだと気づかされました。伊根では、景色が完成する瞬間があるのではなく、暮らしとともに少しずつ形を変え続けているのだと思います。
夕方が近づく頃、海の色は少し深くなり、空の明るさが落ちていくのを見ながら、この街では一日が大きな区切りもなく、静かに次の時間へ移っていくのだろうと想像しました。稲の船屋で過ごす一日は、特別な体験を集める時間ではなく、自然と人の暮らしが近い距離で続いてきたことを、そのまま受け取る時間だったように思います。日本の海辺の暮らしは、海と向き合うというより、海と一緒に生きることなのかもしれません。稲の船屋で見た景色は、観光の思い出というよりも、静かな生活の記憶として、ゆっくり心の中に残っていきました。今日は午後の時間を使って、京都の哲学の道を歩くことにしましたが、名前から想像するような難しいことを考えたり、深い答えを探したりするつもりは全くなく、ただ歩きながら見えるものをそのまま受け取るだけの時間にしようと決めていました。昼を少し過ぎた頃に道に入ると、観光客の姿はありますが、思っていたよりも多くはなく、川の流れと木々の影が静かに続いていて、京都の中にいながら少し別の場所に来たような気持ちになります。哲学の道は細い道ですが、不思議と圧迫感がなく、視線を横に向けると川があり、上を見上げると、木の枝が空を緩やかに区切っていて、自然と歩くスピードが落ちていきました。川の水は静かに流れていて、大きな音は立てませんが、その一定の流れがずっと続いているのがわかり、耳を澄ませると、水と水が触れ合う小さな音が重なって聞こえてきます。歩きながら何か考えなければいけないという気持ちが頭に浮かびそうになりますが、その度に視線を前に戻し、道の先や足元の影を見ることで、考えることから少し距離を置くようにしました。道の脇には古い家や小さなお寺があり、観光用の説明がなくても、それぞれが長い時間ここにあったことだけは、建物の色や形から自然と伝わってきます。時々、同じ方向に歩く人とすれ違いますが、言葉を交わすことはなく、軽く会釈をするだけで、その短いやりとりが、この道の空気にはちょうどいいように感じられました。桜の季節ではないので、派手な景色はありませんが、その分、葉の色や影の形、風が通る感覚に気づきやすく、静かな午後にはむしろ今の方が合っていると思いました。歩いているうちに、時間がどれくらい経ったのかわからなくなり、スマートフォンで確認しようとも思いませんでしたが、それでも不安になることはなく、ただこの道の中にいることが自然に感じられます。ベンチを見つけて少し座ると、川の音がより近くに聞こえ、歩いている時よりも、周りの音がはっきりわかるようになりましたが、その音も決してうるさくはなく、ずっと聞いていられるものでした。哲学の道という名前を聞くと、何かを考えなければいけない場所のように思えますが、実際に歩いてみると、ここは考えなくてもいい場所だからこそ、人を引きつけているのかもしれないと感じました。何も決めずに歩き、何もまとめずに立ち止まり、答えを出さずにまた歩き出す、その繰り返しが、この道では自然にできてしまいます。午後の光は柔らかく、この間から落ちる影が道の上に重なっていて、その影を踏みながら歩くことで、時間が少しずつ進んでいることだけは、体で感じることができました。
道の終わりが近づいてきても少し名残惜しい気持ちがありましたが、ちゃんと終わりがあることも、この道の良さなのだと思い、そのまま静かに出口へ向かいました。哲学の道を歩いた午後は、何かを理解した時間ではなく、何かを理解しようとしなかった時間でしたが、そのおかげで頭の中が少し軽くなったように感じます。考えずに歩くことは何も考えていないということではなく、今見えているものにそのまま注意を向けているということなのかもしれません。哲学の道で過ごした午後は、答えを探す時間ではなく、問いを持たなくてもいい時間でした。今日は西陣の街を歩きながら、観光地としての京都ではなく、ここで暮らす人たちの日常を静かに感じてみようと思い、特に目的地を決めずに午後の時間を使うことにしました。西陣という名前は、着物や伝統工芸のイメージで知られていますが、実際に歩いてみると、華やかな観光の雰囲気はほとんどなく、どこにでもある街のようでいて、よく見ると京都らしさが自然に残っている場所だと気づきます。大きな通りから一本中に入ると、道は少し狭くなり、古い家と新しい家が混ざって並び、観光用に整えられた感じがない分、ここが今も生活の場であることがはっきり伝わってきました。歩いていると、遠くから洗濯機の音が聞こえたり、家の中からラジオの声が漏れてきたりして、観光名所ではあまり意識しない生活の音が、この街ではごく自然に存在しています。町屋の前には植木鉢が置かれていて、花がきれいに咲いているものもあれば少し元気のない葉をつけているものもあり、そのばらつきがかえって人の暮らしを感じさせてくれました。時々、自転車に乗った人や買い物帰りの人とすれ違いますが、誰も急いでいる様子はなく、挨拶を交わすわけでもないのに、同じ空間を共有している安心感のようなものがあります。観光客向けの看板や大きな説明はほとんどなく、その代わりに長く使われてきた店の名前や少し色あせたのれんが静かに街の歴史を語っているように見えました。小さな商店の前を通ると、店の中で人が話している声が聞こえ、商品よりも人の気配の方が強く感じられるのが印象的でした。西陣では、伝統が特別なものとして切り離されているのではなく、生活の延長として自然に残っているように見えますが、それは無理に守っているからではなく、続けてきた結果なのだと思います。少し歩いて、公園のベンチに腰を下ろすと、子供の声が遠くで聞こえ、その声もまた、この街の音の一部として溶け込んでいました。観光地では、写真に写らないものは見過ごされがちですが、西陣では写真に写らないものこそがこの場所の本当の魅力なのではないかと感じます。古い家の壁や細い路地、ゆっくり閉まる玄関の音など、一つ一つは目立たなくても、それらが積み重なって、京都の日常が形作られているようでした。歩きながら、京都という街は、見せるための場所と、暮らすための場所がはっきり分かれているわけではなく、その境目がとても曖昧なのだと改めて思いました。西陣で過ごす時間は、何かを学ぶ時間ではありませんが、京都が今も生きている街であることを、言葉を使わずに教えてくれる時間でした。観光じゃない京都を見るというのは、
特別な場所に行くことではなく、こうした普通の街を普通に歩いてみることなのかもしれません。西陣で見た日常は派手ではないけれど確かに続いている京都でした。今日は下鴨神社とその周りに広がる忠須の森を歩きながら、京都の中に残っている自然を静かに感じてみようと思い、特に急ぐ理由もない午後の時間を使ってこの場所に足を運びました。大きな通りから少し入るだけで周りの音が急に和らぎ、空気の質が変わったように感じられますが、それは山奥に来たからではなく、街の中に森がそのまま残されているからなのだと思います。忠須の森に一歩足を踏み入れると、地面は土と落ち葉に覆われていて、歩くたびに足の裏に柔らかい感触が伝わり、都会の舗装された道とは全く違う感覚になります。頭の上には高い木々が広がり、枝と葉が重なって空を細かく分けているので、日差しはそのままではなく、優しく砕かれた光として地面に落ちていました。森の中を歩いていると、風が通る音や葉が擦れる音がはっきり聞こえますが、それらの音は不思議と気持ちを落ち着かせ、歩く速さを自然とゆっくりにしてくれます。忠須の森は観光地として有名ですが、同時に地元の人たちの散歩道でもあり、犬を連れて歩く人や静かに一人で歩いている人の姿がごく自然に溶け込んでいました。こうした光景を見ていると、神社や森が特別な場所として切り離されているのではなく、日常の延長として存在していることがよくわかります。森を抜けると下鴨神社の建物が見えてきますが、その佇まいは派手ではなく、自然の中に静かに置かれているように感じられ、ここでも声を大きく出したくはなりませんでした。参道を歩きながら足音が砂利に吸い込まれていく感覚を感じると、歩いている自分の存在が少し小さくなったように思えます。本殿の前に立つと、長い時間この場所が守られてきた理由を、説明を読まなくても空気そのものから感じ取ることができました。手を合わせるとき、特別なお願いは思い浮かびませんでしたが、今この場所に立っていること自体が十分に意味のある時間のように感じられます。下鴨神社では信仰と自然が分かれて存在しているのではなく、森があるから神社があり、神社があるから森が守られてきた、その関係がそのまま形になっているようでした。再び忠須の森へ戻って歩いていると、町のすぐ近くにいることを忘れてしまいそうになりますが、時々遠くから聞こえる車の音が、この森が京都の日常の中にあることを思い出させてくれます。その距離感が、この場所の一番の魅力なのかもしれません。完全に自然に入るわけでもなく、完全に街に戻るわけでもない、その中間にいる感覚がとても心地よく感じられました。ベンチに腰を下ろしてしばらく休んでいると、光の動きや風の変化がゆっくりと感じられ、時間が進んでいることを時計ではなく体で理解している自分に気づきます。下鴨神社と忠須の森で過ごす時間は、自然を見に来たというよりも、自然の中に一時的に受け入れてもらったような感覚に近いものでした。京都の自然は遠くへ行かなくてもこうして町のすぐそばにあり、特別な準備をしなくても誰にでも静かに開かれているのだと思います。
下鴨神社と忠須の森で感じた自然は、力強く主張するものではなく、気づいた人のそばにそっと寄り添うものでした。今日は京都の夕方を鴨川デルタで何もしないまま過ごしてみようと思い、特に予定を立てることもなく川の方へ向かいましたが、歩きながら何もしないと決めること自体が、普段の生活では意外と難しいことなのだと感じていました。観光地では、見なければいけないものや行かなければいけない場所が自然と頭に浮かびますが、今日はそうした考えをできるだけ横に置いて、ただそこにいる時間を選ぶことにしました。鴨川デルタに近づくにつれて人の姿は少しずつ増えていきますが、賑やかというより、それぞれが自分の居場所を見つけて集まってきているような印象があり、観光客と地元の人の区別もあまり感じられませんでした。川のそばに立つと、水の流れと石が三角の形に並んでいる風景が目に入り、その形は誰かが意図して作ったというより、長い時間をかけて自然に定着したもののように見えます。適当に場所を選んで腰を下ろすと、草の感触が服越しに伝わり、昼間より少し冷たくなり始めた空気が肌に触れて、歩いてきた体がゆっくり落ち着いていくのがわかりました。周りを見渡すと、学生らしい人たちが話をしながら座っていたり、家族が子供と一緒に石を渡っていたり、一人で静かに川を眺めている人もいて、誰一人として同じ過ごし方をしていないのに、不思議と場の雰囲気はとてもまとまって見えます。鴨川デルタでは、特別なことをしている人はほとんどいませんが、それでもこの場所に人が集まる理由は、何かをしなくてもいいという空気が、ここでは自然に許されているからなのだと思いました。話してもいいし、黙っていてもいい、動いてもいいし、ずっと座っていてもいい、そのどれもがこの場所では正解のように感じられます。夕方の光は時間とともに少しずつ色を変え、昼間のはっきりした明るさから柔らかく包み込むような光へと移り変わっていきますが、その変化はとても静かで、気づいた時にはもう景色の印象が変わっていました。川の水面には空の色が移り、風が吹くたびにその色が少し揺れて、同じ景色が二度と同じ形で現れないことを教えてくれます。川の音は大きくありませんが、ずっと一定に流れ続けていて、その音を聞いているうちに、頭の中にあった考え事が形を失っていくのを感じました。何かを考えようとしなくても、音と景色だけで時間が進んでいく感覚は、普段あまり意識することのないものです。時々自転車が通り過ぎたり、橋の上を人が歩いたりしますが、それらの動きもこの場所では邪魔に感じられず、むしろ生活の一部として自然に受け取ることができます。鴨川デルタは観光用に作られた場所ではありませんが、その分、京都の今がそのまま現れている場所でもあり、昔からの風景と現在の暮らしが無理なく重なっているように見えました。日がさらに傾くと、石の影が長く伸び、川の表情も少し落ち着いたものに変わっていきますが、その変化を急いで写真に残そうとする必要はなく、ただ見ているだけで十分だと思えました。記録よりも記憶として残したい時間が、ここには流れています。鴨川デルタで過ごす夕方は、一日の終わりでも始まりでもなく、その間にある途中の時間であり、だからこそ無理に意味を持たせる必要がないのだと感じました。
ただ座って流れる水と人の動きを眺めているだけで、京都という街の一部になれたような気がします。鴨川デルタで何もしない夕方は、時間を使ったというより、時間に身を預けた夕方でした。今日は京都府の北にある伊根を訪れ、船屋と呼ばれる独特な柳波の中で、日本の海辺の暮らしがどのように続いてきたのかを一日かけて感じてみようと思いましたが、京都市内からここへ向かう道のりそのものが、すでに旅の始まりとして十分な時間を持っているように感じられました。山の中を抜け、視界が少しずつ開けていくにつれて、空の広さと空気の匂いが変わり、気づかないうちに潮の気配を探すように呼吸をしている自分がいました。伊根の湾に近づくと、山と海が同時に視界に入り、その間に静かに並ぶ船屋の姿が見えてきますが、その光景は写真や映像で見てきたものとは全く違い、作られた美しさではなく、必要だった形がそのまま残っているという印象を強く受けました。船屋は1階部分が船を入れるための場所になっていて、家と海の距離がとても近く、まるで暮らしの延長線上に海があるというより、最初から暮らしと海が同じ場所にあったかのようです。湾の水は驚くほど穏やかで、波はほとんど立たず、空や家の影が水面に静かに映り込み、その様子を見ているだけで時間の流れが遅くなったように感じられました。観光地として知られてはいますが、ここでは見せるための景色よりも続いてきた生活が先にあり、その結果として今の景色があるのだということが、説明を読まなくても自然と伝わってきます。歩きながら船屋の前を通ると、洗濯物が干されていたり、漁に使う道具がそのまま置かれていたりして、ここが今も人の生活の場であることをはっきりと感じますが、それらは観光の邪魔になるものではなく、この街を形作る大切な要素の一つとして、風景の中に静かに溶け込んでいました。小さな船が船屋の前につながれていて、水面がわずかに揺れるたびに船も一緒に動きますが、その動きさえも、この町では特別な出来事ではなく、毎日の中のごく普通の一場面なのだと思えます。時々地元の人が通り過ぎたり、作業をしている姿が見えたりしますが、こちらを強く意識する様子はなく、観光客がいるからといって生活のリズムが変わることもなさそうでした。この近いけれど踏み込みすぎない距離感が、伊根という場所の空気を作っているのかもしれません。人と海、人と人、そのどちらに対しても無理のない距離が保たれているように感じられます。しばらく湾を眺めていると、沖の方から船がゆっくり戻ってくるのが見え、エンジンの音が静かな空気の中に控えめに響きましたが、その音もすぐに周りの山や家に吸い込まれていき、強く主張することはありませんでした。ここでは音でさえも、暮らしの一部として自然に存在しているように思えます。昼ごろ、港の近くで簡単な食事をとりましたが、豪華な料理ではなくても、海のすぐそばで食べるということ自体が、この場所では十分に豊かな体験であり、味よりも空気や景色が記憶に残る食事でした。食べ終わった後も特に次の予定を考えることはなく、同じ道をもう一度歩いたり、立ち止まって海を見たりしながら、時間を気にせずに過ごします。午後になると光の角度が変わり、船屋の影が海の上に長く伸びていきますが、
その変化はとてもゆっくりで、同じ場所にいても、同じ景色には二度と出会えないのだと気づかされました。伊根では、景色が完成する瞬間があるのではなく、暮らしとともに少しずつ形を変え続けているのだと思います。夕方が近づく頃、海の色は少し深くなり、空の明るさが落ちていくのを見ながら、この街では一日が大きな区切りもなく、静かに次の時間へ移っていくのだろうと想像しました。伊根の船屋で過ごす一日は、特別な体験を集める時間ではなく、自然と人の暮らしが近い距離で続いてきたことを、そのまま受け取る時間だったように思います。日本の海辺の暮らしは、海と向き合うというより、海と一緒に生きることなのかもしれません。伊根の船屋で見た景色は、観光の思い出というよりも、静かな生活の記憶として、ゆっくり心の中に残っていきました。今日は午後の時間を使って、京都の哲学の道を歩くことにしましたが、名前から想像するような難しいことを考えたり、深い答えを探したりするつもりは全くなく、ただ歩きながら見えるものをそのまま受け取るだけの時間にしようと決めていました。昼を少し過ぎた頃に道に入ると、観光客の姿はありますが、思っていたよりも多くはなく、川の流れと木々の影が静かに続いていて、京都の中にいながら少し別の場所に来たような気持ちになります。哲学の道は細い道ですが、不思議と圧迫感がなく、視線を横に向けると川があり、上を見上げると、木の枝が空を緩やかに区切っていて、自然と歩くスピードが落ちていきました。川の水は静かに流れていて、大きな音は立てませんが、その一定の流れがずっと続いているのがわかり、耳を澄ませると、水と水が触れ合う小さな音が重なって聞こえてきます。歩きながら何か考えなければいけないという気持ちが頭に浮かびそうになりますが、その度に視線を前に戻し、道の先や足元の影を見ることで、考えることから少し距離を置くようにしました。道の脇には古い家や小さなお寺があり、観光用の説明がなくても、それぞれが長い時間ここにあったことだけは、建物の色や形から自然と伝わってきます。時々、同じ方向に歩く人とすれ違いますが、言葉を交わすことはなく、軽く会釈をするだけで、その短いやりとりが、この道の空気にはちょうどいいように感じられました。桜の季節ではないので、派手な景色はありませんが、その分、葉の色や影の形、風が通る感覚に気づきやすく、静かな午後にはむしろ今の方が合っていると思いました。歩いているうちに、時間がどれくらい経ったのかわからなくなり、スマートフォンで確認しようとも思いませんでしたが、それでも不安になることはなく、ただこの道の中にいることが自然に感じられます。ベンチを見つけて少し座ると、川の音がより近くに聞こえ、歩いている時よりも、周りの音がはっきりわかるようになりましたが、その音も決してうるさくはなく、ずっと聞いていられるものでした。哲学の道という名前を聞くと、何かを考えなければいけない場所のように思えますが、実際に歩いてみると、ここは考えなくてもいい場所だからこそ、人を引きつけているのかもしれないと感じました。何も決めずに歩き、何もまとめずに立ち止まり、答えを出さずにまた歩き出す、その繰り返しが、この道では自然にできてしまいます。
午後の光は柔らかく、この間から落ちる影が道の上に重なっていて、その影を踏みながら歩くことで、時間が少しずつ進んでいることだけは、体で感じることができました。道の終わりが近づいてきても少し名残惜しい気持ちがありましたが、ちゃんと終わりがあることも、この道の良さなのだと思い、そのまま静かに出口へ向かいました。哲学の道を歩いた午後は、何かを理解した時間ではなく、何かを理解しようとしなかった時間でしたが、そのおかげで頭の中が少し軽くなったように感じます。考えずに歩くことは何も考えていないということではなく、今見えているものにそのまま注意を向けているということなのかもしれません。哲学の道で過ごした午後は、答えを探す時間ではなく、問いを持たなくてもいい時間でした。今日は西陣の街を歩きながら、観光地としての京都ではなく、ここで暮らす人たちの日常を静かに感じてみようと思い、特に目的地を決めずに午後の時間を使うことにしました。西陣という名前は、着物や伝統工芸のイメージで知られていますが、実際に歩いてみると、華やかな観光の雰囲気はほとんどなく、どこにでもある街のようでいて、よく見ると京都らしさが自然に残っている場所だと気づきます。大きな通りから一本中に入ると、道は少し狭くなり、古い家と新しい家が混ざって並び、観光用に整えられた感じがない分、ここが今も生活の場であることがはっきり伝わってきました。歩いていると、遠くから洗濯機の音が聞こえたり、家の中からラジオの声が漏れてきたりして、観光名所ではあまり意識しない生活の音が、この街ではごく自然に存在しています。町屋の前には植木鉢が置かれていて、花がきれいに咲いているものもあれば少し元気のない葉をつけているものもあり、そのばらつきがかえって人の暮らしを感じさせてくれました。時々、自転車に乗った人や買い物帰りの人とすれ違いますが、誰も急いでいる様子はなく、挨拶を交わすわけでもないのに、同じ空間を共有している安心感のようなものがあります。観光客向けの看板や大きな説明はほとんどなく、その代わりに長く使われてきた店の名前や少し色あせたのれんが静かに街の歴史を語っているように見えました。小さな商店の前を通ると、店の中で人が話している声が聞こえ、商品よりも人の気配の方が強く感じられるのが印象的でした。西陣では、伝統が特別なものとして切り離されているのではなく、生活の延長として自然に残っているように見えますが、それは無理に守っているからではなく、続けてきた結果なのだと思います。少し歩いて、公園のベンチに腰を下ろすと、子供の声が遠くで聞こえ、その声もまた、この街の音の一部として溶け込んでいました。観光地では、写真に写らないものは見過ごされがちですが、西陣では、写真に写らないものこそが、この場所の本当の魅力なのではないかと感じます。古い家の壁や細い路地、ゆっくり閉まる玄関の音など、一つ一つは目立たなくても、それらが積み重なって、京都の日常が形作られているようでした。歩きながら、京都という街は、見せるための場所と、暮らすための場所がはっきり分かれているわけではなく、その境目がとても曖昧なのだと改めて思いました。
西陣で過ごす時間は何かを学ぶ時間ではありませんが、京都が今も生きている町であることを言葉を使わずに教えてくれる時間でした。観光じゃない京都を見るというのは特別な場所に行くことではなく、こうした普通の街を普通に歩いてみることなのかもしれません。西陣で見た日常は派手ではないけれど確かに続いている京都でした。今日は下鴨神社とその周りに広がる忠須の森を歩きながら、京都の中に残っている自然を静かに感じてみようと思い、特に急ぐ理由もない午後の時間を使ってこの場所に足を運びました。大きな通りから少し入るだけで周りの音が急に和らぎ、空気の質が変わったように感じられますが、それは山奥に来たからではなく、街の中に森がそのまま残されているからなのだと思います。忠須の森に一歩足を踏み入れると、地面は土と落ち葉に覆われていて、歩くたびに足の裏に柔らかい感触が伝わり、都会の舗装された道とは全く違う感覚になります。頭の上には高い木々が広がり、枝と葉が重なって空を細かく分けているので、日差しはそのままではなく、優しく砕かれた光として地面に落ちていました。森の中を歩いていると、風が通る音や葉が擦れる音がはっきり聞こえますが、それらの音は不思議と気持ちを落ち着かせ、歩く速さを自然とゆっくりにしてくれます。忠須の森は観光地として有名ですが、同時に地元の人たちの散歩道でもあり、犬を連れて歩く人や静かに一人で歩いている人の姿がごく自然に溶け込んでいました。こうした光景を見ていると、神社や森が特別な場所として切り離されているのではなく、日常の延長として存在していることがよくわかります。森を抜けると、下鴨神社の建物が見えてきますが、その佇まいは派手ではなく、自然の中に静かに置かれているように感じられ、ここでも声を大きく出したくはなりませんでした。参道を歩きながら、足音が砂利に吸い込まれていく感覚を感じると、歩いている自分の存在が少し小さくなったように思えます。本殿の前に立つと、長い時間この場所が守られてきた理由を、説明を読まなくても、空気そのものから感じ取ることができました。手を合わせるとき、特別なお願いは思い浮かびませんでしたが、今この場所に立っていること自体が、十分に意味のある時間のように感じられます。下鴨神社では、信仰と自然が分かれて存在しているのではなく、森があるから神社があり、神社があるから森が守られてきた、その関係がそのまま形になっているようでした。再び忠須の森へ戻って歩いていると、町のすぐ近くにいることを忘れてしまいそうになりますが、時々遠くから聞こえる車の音が、この森が京都の日常の中にあることを思い出させてくれます。その距離感が、この場所の一番の魅力なのかもしれません。完全に自然に入るわけでもなく、完全に街に戻るわけでもない、その中間にいる感覚がとても心地よく感じられました。ベンチに腰を下ろしてしばらく休んでいると、光の動きや風の変化がゆっくりと感じられ、時間が進んでいることを時計ではなく体で理解している自分に気づきます。下鴨神社と忠須の森で過ごす時間は、自然を見に来たというよりも、
自然の中に一時的に受け入れてもらったような感覚に近いものでした。京都の自然は遠くへ行かなくてもこうして町のすぐそばにあり、特別な準備をしなくても誰にでも静かに開かれているのだと思います。下鴨神社と忠須の森で感じた自然は力強く主張するものではなく、気づいた人のそばにそっと寄り添うものでした。今日は京都の夕方を鴨川デルタで何もしないまま過ごしてみようと思い、特に予定を立てることもなく川の方へ向かいましたが、歩きながら何もしないと決めること自体が普段の生活では意外と難しいことなのだと感じていました。観光地では見なければいけないものや行かなければいけない場所が自然と頭に浮かびますが、今日はそうした考えをできるだけ横に置いて、ただそこにいる時間を選ぶことにしました。鴨川デルタに近づくにつれて人の姿は少しずつ増えていきますが、賑やかというより、それぞれが自分の居場所を見つけて集まってきているような印象があり、観光客と地元の人の区別もあまり感じられませんでした。川のそばに立つと、水の流れと石が三角の形に並んでいる風景が目に入り、その形は誰かが意図して作ったというより、長い時間をかけて自然に定着したもののように見えます。適当に場所を選んで腰を下ろすと、草の感触が服越しに伝わり、昼間より少し冷たくなり始めた空気が肌に触れて、歩いてきた体がゆっくり落ち着いていくのが分かりました。周りを見渡すと、学生らしい人たちが話をしながら座っていたり、家族が子供と一緒に石を渡っていたり、一人で静かに川を眺めている人もいて、誰一人として同じ過ごし方をしていないのに、不思議と場の雰囲気はとてもまとまって見えます。鴨川デルタでは特別なことをしている人はほとんどいませんが、それでもこの場所に人が集まる理由は、何かをしなくてもいいという空気がここでは自然に許されているからなのだと思いました。話してもいいし、黙っていてもいい、動いてもいいし、ずっと座っていてもいい、そのどれもがこの場所では正解のように感じられます。夕方の光は時間とともに少しずつ色を変え、昼間のはっきりした明るさから柔らかく包み込むような光へと移り変わっていきますが、その変化はとても静かで、気づいた時にはもう景色の印象が変わっていました。川の水面には空の色が移り、風が吹くたびにその色が少し揺れて、同じ景色が二度と同じ形で現れないことを教えてくれます。川の音は大きくありませんが、ずっと一定に流れ続けていて、その音を聞いているうちに、頭の中にあった考え事が形を失っていくのを感じました。何かを考えようとしなくても、音と景色だけで時間が進んでいく感覚は、普段あまり意識することのないものです。時々自転車が通り過ぎたり、橋の上を人が歩いたりしますが、それらの動きもこの場所では邪魔に感じられず、むしろ生活の一部として自然に受け取ることができます。鴨川デルタは観光用に作られた場所ではありませんが、その分、京都の今がそのまま現れている場所でもあり、昔からの風景と現在の暮らしが無理なく重なっているように見えました。日がさらに傾くと、石の影が長く伸び、川の表情も少し落ち着いたものに変わっていきますが、その変化を急いで写真に残そうとする必要はなく、ただ見ているだけで十分だと思えました。
記録よりも記憶として残したい時間がここには流れています。鴨川デルタで過ごす夕方は、一日の終わりでも始まりでもなく、その間にある途中の時間であり、だからこそ無理に意味を持たせる必要がないのだと感じました。ただ座って、流れる水と人の動きを眺めているだけで、京都という街の一部になれたような気がします。鴨川デルタで何もしない夕方は、時間を使ったというより、時間に身を預けた夕方でした。